皆さんこんにちは。レジン大好き小闇です。今日はレジン液をご提供いただきました。こちらね、手に取りやすい値段なのにベタつきが残らないレジン液です。でね、今回レビューするにあたりクーポンをいただきました。で、このねクーポンはじめ公式ショップのクーポンをいただいたのですが、ちょっとね公式ショップのクーポンって使いにくいかなと思って交渉させていただいて、なんとね Amazon なら使いやすいかなと思って Amazon で使えるクーポンを発行していただきました。このクーポンね、今のところここでしか手に入りません。今回の動画を最後まで見て購入したいなと思われた方はぜひこちらのクーポンをご活用ください。それではお手頃価格なのにベタつかないレジン液のレビュー始まります。こちらが今回ご紹介するレジン液になります。こちらのピンク色が低粘度、サーモンピンクの方が中粘度のレジン液になります。今回ご提供いただいたこちらの2本だけを比較するのでは分かりにくい部分があるかなと思ったので、こちらのマサルのレジン液も使って3つのレジン液を比較していこうと思います。朝食パレットにそれぞれのレジン液を出してみます。まずは低粘度のレジン液、続いて中粘度のレジン液、最後にマサルの涙。まずは朝食パレットを傾けて、でそれぞれのレジン液の垂れ方を比較して粘度をチェックしていきます。よっいしょ。こちらが低粘度、中粘度、マサルの涙になるのですが、この3つの中で一番粘度が低いのがマサルの涙になります。一番左のレジン液は低粘度と記載がありましたが、マサルの涙よりは粘度があるので、低粘度を求めていらっしゃる方にはマサルの涙がおすすめです。ちなみにマサルの涙、こちらは普通タイプのものなのですが、さらに低粘度のタイプもあるので、低粘度をお求めの方はそちらをぜひチェックしてみてください。マサルの涙よりは粘度がありましたが、中粘度のレジン液よりはやはり低粘度のレジン液の方が粘度は低かったです。ただ中粘度のレジン液がそこまで粘度があるのかと問われると、粘度は高く感じませんでした。次にこちらのレジン液をそれぞれのカラーで着色して、着色料の混ざり具合と気泡の発生具合をチェックしていきます。気泡の抜け具合をチェックしたいので、なるべく気泡が出るように混ぜ合わせていきます。レジン液を混ぜることができました。目視した感じだとマサルの涙より気泡ができにくく感じました。またマサルの涙より液体が滑らかというのかな、レジン液に着色料を混ぜやすかったです。こちらにエンボスヒーターを当てて気泡の抜け具合を見ていきます。レ
レジン液は温まると匂いが発生しやすくなるので、匂いのチェックもしてみます。匂いのチェックもしてみたところ、こちらのレジン液はほとんど匂いを感じませんでした。マサルの涙は少し甘い香りがしました。作業するときに決して気になる匂いではありません。逆にこちらの2つはレジン液らしいと言えばいいのかな。レジン液によくある匂いがかすかに香りました。ただ他のレジン液に比べるとその香りはだいぶ軽減されていました。いずれも鼻を近づけなければ気になる匂いではありません。気泡の抜け具合をチェックしてみます。どのレジン液も気泡抜けが悪いことはなさそうです。まだポツポツと気泡自体は残っていますが、底の方に沈んでいた気泡も表面近くまで浮かび上がってきているので、あと数分放置していれば自然と抜けてきそうな気泡です。それではこちらのシリコンモールドを使って実際に作品を作っていきます。まずは低粘度のレジン液、なるべく全面に伸ばし広げてから固めます。レジンライトで固めていきます。1分間固めてきました。ベタつきが残っていないかチェックしてみます。ベタつきもなく綺麗に固まっています。ただ硬化速度が速いこともあり、結構熱を持っているので触るときはやけどに注意してください。続いて中粘度のレジン液、全面に伸ばし広げます。気泡を処理します。先ほどの低粘土の時は気泡の処理必要なかったので、低粘土よりは中粘土の方が気泡ができやすかったです。それではこちら固めていきます。固めてくることができました。ベタつきのチェックをしていきます。こちらの中粘土もベタつきはありません。また先ほどの低粘土は触った時に結構熱を感じたのですが、こちらの中粘土は触ってやけどをしそうなほどの熱は感じませんでした。最後にマサルの涙、気泡を処理していきます。レジンライトで固めていきます。固めてくることができました。ベタつきのチェックをしてみます。問題なく固まっていてベタつきを感じることはありません。次にセリアのドライフラワーカスミソウを封入していきます。まずそれぞれに透明のレジン液を追加して
すみ層を封入していきます。なるべくきれいにお花が見える面を下に向けて封入します。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、先ほど作ったカラーレジン液を入れていきます。カラーレジン液を入れることができたら、この真ん中ら辺に透明のレジン液を落とします。レジンライトで固めていきます。固めてくることができました。いい感じだね、どれも。そしたらモールドから取り外します。完成品がこちらになります。すごい透明度も高いね。今回3種類のレジン液を比較してきました。今回ご提供していただいたこちらの低粘度のレジン液と中粘度のレジン液で大きな差は感じられませんでした。あえて言うなら、やはり中粘土の方が粘度が高くて、で粘度が低いこちらの低粘土の方が気泡抜けは良かったです。ただ匂いや硬化時間、それから仕上がりも大差は感じられませんでした。マサルの涙とは何が違かったかというと、マサルの涙よりもどちらも粘度は高く、粘度は高いのですが着色料との混ざりはいいですし、気泡抜けも良かったです。おまけに今回ご提供いただいたレジン液、クーポンを使わない状態でもマサルの涙より単価のお値段はお安いです。一つだけデメリットがありました。こちら試作でいくつか作ったものの中の一つになるのですが、このね、球体にレジンを入れて固めた時に、固めた直後はすごいね綺麗に仕上がったのですが、次の日になるとなんかよくわからないのですが、このような謎の気泡が発生しました。結構大きいですよね、この気泡。球体以外のもので作った時にはこのような気泡は発生しなかったですし、このね一回り小さいもので作ってみたら、このねちっちゃい球体でも気泡ができることはなかったのですが、固めてからしばらくして気泡が発生する可能性があります。安いのに高クオリティなレジン液、もし気になった方がいらっしゃいましたら、クーポンコードを概要欄かコメント欄に記載しておくので、そちらをぜひご活用ください。